Every time you walk in the room, it's like a movie scene. The way you light up the dark, it's like a dream. I've been lost, I've been found, I've been caught in between. But now I know what love means. Oh, you got me feeling something new. It's crazy what your love can do. Can't escape, don't want to try. You're the reason why I'm falling for you. 福岡県北九州市の最北端に位置する門司港。海の向こうに見えるのが関門橋です。本州と九州を結ぶ全長1068メートルの吊り橋です。夜になるとライトアップされ、関門海峡のシンボルとして輝きます。こちらは旧門司三井クラブです。大正10年、三井物産の社交クラブとして建てられました。洋館の外観と和を取り入れた内装が見事に調和した門司港を代表する木造建築の一つです。1階部分は入場料無料で、2階部分は大人150円、小中学生70円です。2階には1922年に来日した物理学者アルベルト・アインシュタイン博士が実際に宿泊した部屋がそのまま保存されています。博士は夫人と一緒に日本各地を訪れて、門司にはヨーロッパからの船で上陸しました。この部屋では当時使用された家具や寝具、夫妻の写真、手紙などが展示され、100年以上前の滞在の様子を今に伝えています。世界的な天才がここ門司の地に足を踏み入れたことを感じられる歴史の小さな奇跡がこの部屋には残されています。アインシュタインの逸話をいろいろ読んでいると、なぜかワンピースのメガバンクがふと頭をよぎりました。雲の上の天才だと思っていたアインシュタインが、実は優しい人間味あふれる人だと知れて親しみを感じました。門司港に到着したのが遅かったので、三井クラブの見学の後、ホテルへ戻り、食事をして夜景を見に行きたいと思います。日が沈むと門司港はまた違った姿を見せます。船が通るたびに上下するブルーイング門司の橋の上にいます。建物がライトアップされ、海面に映る明かりが静かに揺れる夜。関門橋のライトアップが夜空に浮かび、港町ならではの幻想的な景色を描き出します。大連友好記念館のライトアップです。門司港の周りにはガス灯が灯っています。オレンジ色の柔らかい光がレトロな街並みにぴったりなんです。約100基のガス灯を1990年代の門司港レトロ地区再開発の時に整備されたそうです。こちらは門司港レトロ展望室です。入場料は大人300円、小中学生150円です。高さ103メートルの高層ビル、門司港レトロハイマートの最上階にあり、門司港の街並みと関門海峡を一望できます。ハート型の南京錠があります。旅の記念に名前を書いて、ここへかけていけるそうです。今回の宿泊はプレミアホテル門司港です。別動画で
詳しいホテルの紹介を公開する予定ですので、そちらも合わせてご覧ください。クラブラウンジの様子も公開します。門司港レトロの海辺に立つ赤レンガの荘厳な建物。こちらは旧門司税関です。明治45年、外国貿易の拠点として建てられたこの建物は、当時の門司の繁栄を今に伝えています。かつては海外からの貨物検査や通関業務が行われ、門司港が国際貿易港として栄えた象徴でもありました。現在は無料で一般公開されており、館内には展示室や展望デッキも設けられ、レトロな港の風景を一望できます。税関として使われていた当時の様子や、門司港の貿易の歴史が紹介されています。昔の通関書類や検査器具、写真資料なども展示。かつてここでどんな仕事が行われていたのかを知ることができます。税関で押収された品々が想像以上にリアルで驚きました。展望デッキでは、門司港の街並みや関門橋、対岸の下関を見渡すことができ、レトロな建物と海を同時に楽しめる人気のビュースポットです。北九州市大連友好記念館の朝の風景です。館内には当時の航路を紹介する写真や資料、大連市の風景や文化を伝える展示が並んでいます。こちらは国の重要文化財に指定されている門司港駅です。大正3年に建てられた木造2階建ての駅舎で、ネオルネサンス様式の優美なデザインが特徴です。木の香りが残る懐かしい駅舎です。ハリー・ポッターのキングスクロス駅に似てると思ったのは私だけでしょうか。奥の方に進み、待合室に入ると大きな鏡がありました。この鏡は誇りの鏡というそうです。終戦後、多くの引き上げ者が門司港を拠点として日本へ戻ってきました。その中には、お子さんと共に引き上げてきた妊娠中の池田歌子さんの姿もありました。池田さんは故郷の茨城へ向かう途中、ここ門司港駅で急に産気づいてしまったのです。身寄りも知り合いもいない異郷の地で手を差し伸べたのは一人の門司港駅の職員でした。池田さんをリヤカーに乗せ、子供を背負い病院へ向かうも、時刻は夜9時。医者も看護師もいません。それでも職員は諦めず、自宅に連れて帰り、近所の人々の助けを借りて、池田さんは無事に男の子を出産。生まれた男の子は左文字と名付けられました。それから26年後、成人し結婚を控えた左文字さんは、自分を救ってくれた恩人にどうしても感謝を伝え、結婚式に出てほしいと願いました。長い年月を経て、ようやく見つけ出した恩人は、国鉄職員として当たり前のことをしたまでですと語り、一度は招待を辞退しましたが、熱心な誘いに応じて式に出席したといいます。その結婚式の後、左文字さんの父が恩人へのお礼として送ったのがこの楕円形の大きな鏡。誇りの鏡は一人の命をつなぎ、人の温かさを映し続ける感謝の象徴なのです。
こんな素敵な物語がこの門司港駅の奥で語り継がれています。門司港の関門汽船発見所から船に乗って下関へ向かいます。1日の運航時間です。運賃は片道大人400円、子供200円です。下関側から戻ってきたこの船に乗ります。1階と2階席を選べます。2階のオープンデッキに乗り出発します。今回は2階のオープンデッキの少し低くなっている部分は乗船できませんでした。下関、唐戸行き以外にも巌流島行き、門司港レトロクルーズの観光船もここから出ています。関門海峡の波は急な潮の流れが作る独特な S 字の動きが特徴です。潮の流れが1日に何度も変わるという世界でも珍しい海域で、航海の難所としても知られているそうです。晴れていてとても気持ちのいい気分です。今日は波が比較的高かったので、低いエリアが使用禁止になっているのかもしれませんね。唐戸市場が見えます。下関の港に到着しました。5分というあっという間の船旅でしたが、とても楽しかったです。帰りもこの船で帰ります。なんだか嬉しいです。今回2階で座れるのはこのベンチだけでした。主人は立って動画を撮影していたので、波に揺られながら緊張感のある撮影だったようです。帰りの時間を確認して唐戸市場へ向かいます。フグのオブジェがお出迎えしてくれます。ここは下関の人気スポット、唐戸市場です。新鮮な魚介類やお寿司、フグなどの名物が並び、見ているだけでも楽しい活気ある場所です。土日にはイベントなどが開催され、とてもにぎわっています。今日はあいにく平日なので、その様子をお見せすることはできませんが、覗いてみましょう。平日の午後で市場はほとんど終わっていましたが、販売されていたお魚を少しだけ見ることができました。市場の中の飲食店も数店舗のみ営業されています。ここは
乗船場と市場の間にあるカモンワーフです。お土産屋さんや飲食店が並んでいて、見ているだけでも楽しいです。ここは乗船場から北に歩いたところにある旧下関イギリス領事館です。明治時代、下関は海外貿易の重要拠点として栄え、イギリスはこの港町に外交と貿易を管理するための領事館を設置しました。現在は資料の展示やカフェとして公開されており、港の風景を眺めながら当時の歴史を感じることができます。見学は無料です。当時の領事館としての機能を示す展示室では、外交文書や貿易資料、家具や調度品などが保存されており、明治の国際交流の歴史を身近に感じることができます。港町の歴史と異国情緒を同時に楽しめる下関を代表する観光スポットです。エリザベス女王2世の肖像画が寄贈されています。1999年に重要文化財に指定されたそうです。この後、船で再び門司港へ戻って小倉へ向かいます。小倉のホテル情報なども公開する予定ですので、そちらも合わせてご覧ください。港町ならではの景色と人の温かさに触れた門司港と唐戸の小さな旅。海を渡ってつながる2つの町はどちらも魅力たっぷりでした。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が少しでもお役に立てたら、ぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。